コマリンレジンです。今回の動画では最近私がレジンによく封入しているシールについて紹介します。これはテプラで印刷できるラベルを使用しているのですが、レジンに入れた状態がこちらです。最近 SNS にアップするたびにどうやって入れているのか聞いていただける感じで、本当に作品が高見えするのでいいですよね。ということで使用している機種や印刷の仕方をご紹介していきます。まず最初に気になっている方も多い商用利用について解説します。私がテプラを使い始めた頃にテプラを使ったアイテムは販売してはいけないという情報が一部出ていたので、キング事務社さんに自分の作品を添付してお問い合わせをしてみました。画面に出ているのが返答なのですが、結論から言うとテプラで作ったシールということを公表していれば特に問題ないとのことでした。ただ、ラベルのデザインに著作権のあるものや商用利用不可のフォントを使用している場合はいけないということなので注意しましょう。より多くのお客様にテプラをご活用いただくことを願っておりますというご返答でした。それでは私が使用しているラベルメーカーを紹介します。機種はこちらのテプラのプロマークです。お値段はメーカー小売価格17,000円と買うのに勇気がいる価格なのですが、たまに Amazon や楽天セールで価格が1万円前後になっていることがあります。販売されている中にはアダプターがセットになっているものもあるのですが、アダプターでコンセントにつないで使う方法と単3電池を入れて使う方法の2通りがあります。私は机のコードがごちゃごちゃでこれ以上増やしたくないので電池を使っています。使う頻度が高い方はアダプターを買う方が良さそうですね。テプラはもう少しリーズナブルな機種も出回っているのですが、私はキャンバというアプリでロゴのデザインを自分で作っているので、それをスマホから印刷したいと思いこちらにしました。他のシリーズのテプラを持っている方曰く、マークは細かい場所や細い文字も綺麗に印刷されるとのことです。ということで今回はこちらのロゴ画像の印刷を行ってみたいと思います。ロゴ制作にはスマホ版キャンバを使用しているんですが、使い方や操作方法はこちらの動画でご紹介しておりますので、気になる方は概要欄からご覧ください。またテプラが届いた時に開封ライブを行っているのですが、その様子も概要欄からチェックできます。ということで使い方を簡潔に紹介していきますね。まずこんな感じで蓋を開けてラベルテープを入れます。アダプターがない場合は電池も必要です。ラベルテープはカラーやテープの幅などいろいろあるのですが、私は透明カラーにゴールド文字で幅 12mm のものをメインに使用しています。テープの価格はカラーや長さにもよりますが1000円前後となっています。スマホから印刷するためにはアプリが必要です。ハローという無料アプリをインストールしましょう。ここからはスマホ画面を表示しつつ操作方法を説明するのですが、まずアプリを開く前にスマホの Bluetooth 設定をオンにしておいてくださいね。アプリを開くとユーザー登録の画面が出てきますが、こちらは登録しなくても問題なく使えます。ただメールアドレスのみで登録できて、一度登録すると初期のログイン画面が出なくなるので、しておいて損はないかなと思います。ということでキャンバで作ったこちらのロゴを印刷してみましょう。アプリを起動したら左下のラベル作成ボタンを押します。次にメニューの1から作るというところを押すとこんな画面が出てくるのですが、まずはテープの幅と長さを設定します。右上の歯車ボタンを押し設定画面を開いたら、サイズ・レイアウトという項目を開きましょう。今回は 27mm のテープを作ります。テープ幅はセットしてあるものと同じものを選びましょう。設定したら左上のボタンから前の画面に戻ります。次に左下の追加を押し、一番右の画像マークを押します。スマホのカメラロールが開くので印刷したい画像を選びましょう。このように画像が配置されるのですが、
この状態で画面の外側をタップしてからピンチアウトすると操作画面の拡大縮小ができ、画像をタップしてからピンチアウトすると画像の大きさを変えれます。枠にギリギリに入るように画像の大きさを調整します。この時点線に重なる部分は印刷されないので注意しましょう。画像の大きさを調整し終わったらテプラ本体の電源ボタンを長押ししてオンにしましょう。印刷ボタンを押すと Bluetooth で接続されている機種が表示されるので選びます。画像がはみ出している場合、このような表記が出ますが、問題ないので印刷を押します。1回目の印刷は必ずこの端っこが出てくるのですが、1枚ずつ印刷したら毎回出てきてもったいないので、一気にたくさん印刷する方法をご紹介します。右上の歯車ボタンを押し、上のメニューから印刷設定を選びます。印刷部数というところに印刷したい数を記入します。こんな感じで連続で出てきます。試したところ1回の印刷でマックス99枚までできました。あとは知っておくと便利な機能もご紹介します。トップページでマイラベルのボタンを押すとこのメニューが出てきます。印刷履歴から過去に作ったものと同じものを作ることができるので、この機能は覚えておいて損はないと思います。ここからはレジンに入れる時のやり方です。今回この作品にシールを入れてみようと思います。入れるタイミングは表面をぷっくりする工程の前です。まずシールを入れたい場所にレジン液を薄く塗ります。シールは余白がある場合はこんな感じで切り取って、台紙を剥がしたら気泡が入らないよう端から貼り付けます。ブラシで押さえて気泡を抜きつつ位置を決めたら硬化します。あとはいつものようにぷっくりをするだけです。封入する時の注意点なのですが、シールが細長かったりインクをたくさん使っているとレジンを硬化している時にシールが反り上がってしまうことがあります。そのような時はこうやって事前にクリアファイルで挟んで硬化しておくなどしてシールを分厚くまっすぐにしておくのがおすすめです。ということで今回の動画はここまでです。参考になったよって方はいいねやコメントで応援していただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。